は、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は丸くて可愛い編み飾りを作りましょう。折り紙を1枚準備します。折り紙のサイズぐらいの丸い器を用意いたしまして、折り紙を裏に向けて、器の丸さに合わせて印をつけていきます。この丸い印に合わせて切り取っていきます。丸く切り取れましたら半分に折ります。さらに3分の1に折ります。これで右と左が一緒ぐらいに折っていただいて、で反対裏を向けていただいて、同じように折っていきます。3分の1に折れましたら、印をつけていきます。こちらから3本ぐらい。で、またこちらから間に3本ぐらい線を引きます。ここは切り取ります。線の通りに切り込みを入れていきます。で最後まで切らずに残しておいてハサミを抜き取ります。でまた反対の方から同じように切り込みを入れていきます。でここも最後まで切らずにハサミを取って、これを同じように繰り返していきます。中心になるところは切り落としてしまいます。でこれを広げていきます。でこんな感じに切れました。でこちらをまた裏に向けていただいて、この一番端のところ、3つ切り込みが入っています。で、切り込みの中心に折り目がありますので、この折り目のところに少し糊を塗っていきます。3つとも同じように糊をつけていきます。で、糊がつきましたら、3方向から持ってきて、貼り合わせます。こんな感じです。で、これができましたら、今度はこちらの方、色のついた方を上にしていただいて、こちらもですね、同じように3つ切れ目が入っています。で、これも折り目のあたりに糊をつけていきます。で、同じようにこの折り目のあたりをお互いに持ってきて、で、くっつけてしまいます。で、こちらとこちら持って引っ張ってみると、
こんな感じに丸い網かごのような形に出来上がります。引っ張って形を整えていきましたら、先に紐をつけてみます。糸を持ってきて、この中心の方にですね、通して、簡単に縛れば糸ができます。こんな感じで適当で結構です。で、糸が上手に通りましたら、縛ってください。で、これで吊るすことができます。中に丸いボールをつけると鈴みたいで可愛いので、この中のボールをつけたパターンも作っていきます。色画用紙と中のこの丸にしたい大きさの何でもいいです。お家にあるようなこの丸いものを探していただきまして、で、これのサイズに合わせて切っていきます。こんな感じに印を取って3枚切ります。線がつきましたら、線に合わせて切っていきます。3枚切れましたら、すべて半分に折っていきます。半分に折ったうちの1枚を広げます。で、あとの2枚は、この折り山のところに木工用ボンドがあれば木工用ボンドで、乗せるように折り目の山の上にボンドをつけて、で、こちらの広げたところですね、線に合わせて貼っていきます。上から見るとこんな感じですね。で、貼ったボンドが少し落ち着きましたら、反対側にも同じように貼っていきます。爪楊枝に木工用ボンドをつけて、折り山に乗せるように塗って、で、この線の上に貼っていきます。で、これもですね、固まるまでしばらく置いておきます。少し固まってきて動かなくなってきましたら、こちらに糸をつけたいと思います。で、ボンドをですね、どこの間でも構わないので、この貼り合わせた間のところに塗って、で、この糸をくっつけます。もし糸がくっつきにくければ、爪楊枝を使ってぴったりと塗ったボンドの上に糸が来るようにしてくっつけます。で、これもですね、少し糸が動かなくなるぐらいまでボンドを乾かします。糸が取れないくらいにボンドが固まりましたら、先ほど作ったこれに入れて結んでいきます。このボールをこの隙間から入れます。で、この先っぽの方にですね、また糸を通したいので、こちらから糸を通していただいて、で、適当な長さのところで、また同じようにここの中心のところに糸を絡めるように
通して縛っていきます。でこの真ん中の丸がですね、ちょうどいいくらいのところの長さで、チューブラリンに浮いたような感じになるところを確かめて、で糸を縛っていきます。これ結びました。こんな感じですね。で、これで中に鈴のように真ん中の丸が浮いてます。折り紙をラメ入りの折り紙にしたり、あと両面の色のついた両面折り紙にしたり、あと色画用紙で作っても同じような感じでできます。いろんな紙で楽しんでみてください。